ようこそ骨圧鉄道チャンネルへ。近年の鉄道各線では朝や夕方の通勤通学ラッシュ時間帯などにて着席需要に応える形で有料の座席指定列車、着席指定サービスがさまざまな路線で展開されています。特に関東私鉄では2008年に東武東上線で爆誕した TJ ライナー以降、乗務員室のスイッチ操作で座席の向きを前向きか壁寄せか変えられる設備を持った車両を導入し、それを一般列車でも有料列車でも運用できるようにした上で、有料列車で運転する場合に前向きに設定して追加料金を取る着席サービス列車の運転が広まります。東急でもこのブームに乗っかる形で大井町線急行電車の一部で3号車にだけこのような設備を持つ車両を導入し、Qシートとしてサービスを展開し一定の成功を収めています。その流れで今度は東横線でも Qシートサービスを展開し、現在は大井町線と東横線の2路線で Qシートサービスが展開されています。しかしこの東横線の Qシートサービスですが、期待と裏腹に悲惨な乗車率で推移しているのが現実。どうして悲惨な乗車率となっているのでしょうか。そこで今回の動画では東横線の Qシートサービスが悲惨な理由について Qシートサービスの説明などを交えながら解説・考察をしてみましょう。それでは本編へどうぞ。有料着席サービス Qシートの概要。Qシートとは東急電鉄が展開する有料座席指定サービスです。大井町駅を平日夜に出発する長津待機急行の一部列車のうち3号車に連結されている全面オレンジの車両を用いることで2018年12月14日よりサービスを開始しました。後に東横線でも Qシートサービスが開始されており、こちらは2023年8月よりサービスを開始しており、こちらは渋谷駅を始発として平日夜に出発する元町中華街行き急行の一部列車にてサービスを実施しています。座席指定車両として用いられる車両については、壁向きに座席があって通路幅を広げられるロングシートと、前向きに座席があるクロスシートに切り替え可能な座席を備えており、Qシートサービスを実施する車両においては、これをクロスシートモードにしてサービスが実施されます。座席以外の Qシート車両の設備面としては、クロスシートモードのみ使用可能な電源コンセントと、一部座席で利用が可能なドリンクホルダーがあります。このほか車内のフリー Wi-Fi に接続可能となっていますが、大井町線 Qシートで使った体感でそこまで高速ではなく、セキュリティも暗号化通信がされていないものとなります。大井町線では6020系2編成と6000系2編成の計4編成、東横線では5050系4000番台の4編成に対応車両が連結されており、大井町線は3号車、東横線は4号車と5号車が該当します。車体は大井町線ではオレンジ色一色、東横線では赤色一色というド派手なカラーリングを基調としたものとされていますが、車内は大井町線の6000系、東横線の5050系4000番台、そして車体構造が違う大井町線の6020系すべてにおいて、基本的には同じような仕様のものとなっています。どれも新型車両の2020系、6020系、3020系などに準じ、2015年度以降に製造された5000系列でも採用された木目調の床と緑系のシートバッグが目立つ車内の色彩となっています。そんな Qシートの乗車にあたっては乗車券のほか、一律500円の Qシート列車指定券が必要となります。なお乗車券については有効なものであれば何でもよく、普通乗車券や定期券、交通系 IC カードはもちろんのこと、東急線ワンデーパスなどの各種フリー乗車券をはじめ、当日有効な企画乗車券でも乗車券として使用が可能です。この指定券は前売りせず当日のみの発売となっていて、乗車可能駅の窓口にて現金でお買い求めになられるか、Qシートチケットレスサービスに会員登録をし、その際に設定したクレジットカードで料金を支払うこととなります。大井町線の Qシートサービスは二子玉川駅まで乗車可能駅、溝の口駅より先は降車専用駅となっており、全駅において降車が可能なものとされています。
ただし2023年3月のダイヤ改正前の大井町線旧シートは田園都市線内の多摩プラザ長津田間にて他の車両と同じ乗車券のみで乗車可能とされていました。東横線の旧シートサービスは全駅において乗降が可能で、東横線内横浜までの乗車で追加料金を必要としてみなとみらい線内は料金不要のフリー乗降区間とされています。東横線旧シートの乗車率。鳴り物入りで導入されたと思われる東横線の旧シートですが、実際の乗車率は悲惨と言っても過言ではなくなっているのが実情です。当初1両45席の旧シート2両の営業において、1列車あたりの乗車率が 70% 程度になるのではという見込みにて旧シートサービスは開始され、また渋谷から横浜およびみなとみらい線内まで利用する30分程度またはそれ以上の長距離利用者をメインターゲットとし、渋谷、日吉間や武蔵小杉、横浜、みなとみらい線内間など20分程度の中距離需要も1割程度あると当初の東急側としては見込んでいたようです。しかし実際の乗車率はどうでしょうか。個人的に親交のある東横線ユーザーの調査によると、2023年8月のサービス開始からある程度期間が過ぎ、一定の定着ができたと考えられる2月の段階において5割以下。2月某日の調査における利用者動向においては、19時台と20時台に渋谷を出る3本ですら 30% 程度であり、21時台に出る2本は2割程度またはそれ以下。目標の 70% を大きく下回り 30% 程度の利用で、遅い時間帯ではそれを下回る悲惨な乗車率となっていたのです。この日の供給座席数は5列車が供給した450席に対して、実際に利用した人数は5列車合計で113名というありさまで、5列車合計で利用率 25% 強という悲惨な数字となります。また狙っていた長距離利用者は思ったより少なく、代わりに中距離利用者が想定よりも上振れしている結果となっており、横浜まで乗る人は全体の6割程度という結果です。このような悲惨な乗車率から東急では対策として乗車料金を半額の250円とするキャンペーンを実施したり、ドリンク無料配布キャンペーンなどを実施するなど、旧シートサービスの認知や利用促進を目的としてか様々な施策を実施している様子がうかがえました。しかしそれでもうまくいってないというのが実情で、2024年5月のゴールデンウィーク明けの運行より新たに18時台と19時台に1本ずつ設定列車が追加されたほか、当初4号車と5号車で実施していた旧シートサービスについて5号車の45席のみでサービスを実施するように改められ、4号車は座席をロングシートモードとした上で一般車として使用されるようになったありさまです。この状態で一番利用がある渋谷19時35分発の193号で、よくて乗車率7割程度ではという意見もいただいており、新設された渋谷18時35分発の183号と渋谷19時5分発の191号もそれくらいという意見をいただいております。ウプ主も6月某日に所用からの帰りに旧シートを利用し、その時は渋谷駅を21時5分に発車する211号に乗車したのですが、利用者数は目視で最大8人か9人程度というありさまでした。ちなみに大井町線の方にも一度だけ乗車したことがありますが、大井町線の方は早い時間帯では座席を確保することすらできず、自分が乗車した比較的遅めの時間でも満席に近い利用者数で、かなり好調であることを伺うことができております。このように当初の各方面からの期待とは裏腹になかなか利用率が伸び悩んでいる東横線の旧シート。一体なぜ失敗に終わっているのでしょうか。なぜ東横線旧シートは失敗に終わっている？ここまでで東横線の旧シートが悲惨に終わっていることについて知ることができたのではないかと思います。ここからは失敗に終わっている理由を探るのですが、その前にまずは大井町線の成功から導入経緯を見てみましょう。運行のきっかけは2018年に始まった大井町線の旧シートが好調な利用実績となっていることです。
東横線の旧シートサービスはそれを踏まえて2019年冬頃より検討が開始されたものとなっています。大井町線の旧シートが40分程度かかる大井町長津田間など長距離利用者が多くなっていることを踏まえてのものであり、当初渋谷横浜みなとみらい線内間の利用が主な利用者の層だろうと予測したことについても、大井町線の旧シートサービスで長距離利用者が多かったことに関係します。加えて2023年3月に新規に開業した東急新横浜線を介した相鉄線と東横線の相互直通運転を開始するにあたり、それまで10本あった東横線の東急所属10両編成を15編成にまで増加させることになったことに際して、既存の8両編成5本に2両追加して10両編成を増やしたのですが、このうちの4本については増欠車を一般車とせず、旧シートサービスに対応した車両とすることで生まれ、それを用いてサービスを実施しているものとなります。ところで大井町線の旧シートサービスが成功している理由ですが、慢性的に続く田園都市線の激しい混雑が主に要素として挙げられます。実際に田園都市線の激しすぎる混雑が嫌という理由で大井町線を選択しているというユーザーもそれなりにいるようで、この辺りは二子玉川溝の口間を複々線化した理由となる大井町線を田園都市線のバイパスとして活用するという方針が大きく現れているものと言えるのではないでしょうか。そこに加えて有料で着席できるとなれば利用者が根付いてくれるのも当然と言えるでしょう。ここまでのことを簡単に踏まえた上で、主に2つの視点から失敗に終わっている理由を探ってみます。1、競合の存在が関係する？大井町線の旧シートがある程度成功を収めている反面、東横線の旧シートは現状、悲惨な状況が続いていると言わざるを得ません。その主な理由の一つとしては、競合という問題があるのではと考えます。大井町線や田園都市線の場合は競合路線がほぼなく、したがって1路線でその需要をほぼ賄うような形となるため、当然ですが有料サービスもその路線で賄うことになります。もともと田園都市線自体が多摩田園都市の開発にあたって、その基幹交通手段として整備された路線になり、直接的な競合路線は皆無に近いと言える状況となっています。渋谷からであっても大井町線の大井町からであっても、東急の中では比較的乗車時間が長いことも相まって、一定の需要が見込めるのも納得いくと言えるでしょう。しかし東横線の場合は大井町線や田園都市線と違い、長距離輸送となると直接的な競合路線があります。それは JR 湘南新宿ラインです。湘南新宿ラインもまた渋谷と横浜を結んでおり、しかも渋谷と横浜は地下深くに行った東横線とは反対に、近年になって地上のより便利な場所に発着するようになりました。また日比谷線からの乗り継ぎ客を主な想定客として、中目黒からの乗車についても主に考えられていると思いますが、日比谷線利用者についても一つ隣の恵比寿で乗り継ぐことで、JR 湘南新宿ラインを利用する選択肢が十分に入ってきます。さらに湘南新宿ラインは全列車の4号車と5号車に追加料金を支払うことでリクライニングシートに座れる上に、座席にテーブルもついたグリーン車を連結しております。湘南新宿ラインのグリーン車については車両が古いため、東横線の旧シートと違って乗客が使える充電用コンセントがなく、そこだけは旧シートの方が勝ちと言えるかもしれませんが、あくまでも東急が想定する東横間の移動に絞れば、よりアクセスもしやすくより快適な座席を備える JR 湘南新宿ラインのグリーン車を使う人が多いのではないでしょうか。一応東急は運賃面では JR 湘南新宿ラインより安価な一方、所要時間は長いなどサービスの質が異なると考えているようで、 JR 湘南新宿ラインのグリーン車は特に意識していないようですが、やはり乗客目線で見るとどうしても JR 湘南新宿ラインに連結されている普通列車グリーン車が比較材料として入ってしまいます。また運賃も普通運賃1ヶ月定期3ヶ月定期は JR より東急の方が現在も安価に設定されているのですが、サラリーマンが主に選択するであろう6ヶ月定期の場合、
2023年3月以降は逆に JR の方が安くなるという事象が発生しており、実は運賃面でも JR が優勢になる事例が存在します。もちろんみなとみらい線との間における定期割引制度など、単純な額面値段だけでは比較できない要素もたくさんありますが、こうした運賃面での比較を考慮するだけでなく、500円という比較的強気な値段設定であることも踏まえて、どうしても東横線 Q シートは中途半端な印象が移ってしまいます。JR 湘南新宿ラインのグリーン車を渋谷、横浜間で利用すると、こちらもスイカグリーン券で750円と比較的高額になりますが、こちらの場合は普段から JRE ポイントを貯めておけば、たったの600ポイントで乗車できてしまうことも多く、ウプ主も普段からこちらはお世話になっております。そういった事柄こそ利用者には中途半端に移ってしまい、利用率低迷という結果につながっているのではないでしょうか。2、乗客の乗車距離が短すぎる。そしてもう一つの要素としてですが、東横線に長距離利用者が少ないことが考えられます。これはウプ主の主観的なものも含まれますが、帰宅時間帯に渋谷や中目黒から東横線の速達列車に乗った乗客の多くは、菊名までに降りてしまうという旅客流動があります。つまり都心から菊名を越えて横浜、元町中華街方面まで、急行、通勤特急、東横特急に乗る通勤客は意外に少なく、その需要は主に JR 湘南新宿ラインが担っていると考えられます。特に武蔵小杉、日吉、綱島、菊名あたりで降りる乗客が多く、また自由が丘や菊名などで各駅停車に乗り換えた上で、各々の最終目的地まで向かう人も結構多いです。ここで東急横浜駅の利用者数データを見てみましょう。定期利用者は2023年度データで16万4026人、定期外利用が14万4426人で合計30万8749人となっており、東急全体で渋谷駅に次いで多いことは事実となっています。しかしこれにはみなとみらい線から直通で乗り通す人、つまりみなとみらい地区や横浜の官庁街で働く人もたくさん含まれる上に、横浜駅西口周辺にある鶴屋町地区や南幸地区、また東口周辺にある高島町地区などで働く人なども含まれており、加えて京浜東北線や地下鉄、相鉄、京急など他路線から乗り換えて、神大や慶応日吉キャンパスなど学校へ通う学生さんなども含まれます。その中で東横間を乗り通す人は意外と少数派で、思ったより多いわけでないというのが現実です。さらに2023年3月には東急新横浜線が開業し、相鉄線方面へ通勤する人を中心として通勤ルートを新横浜線新横浜経由に切り替えた人が一定数いるのではないのかと思われ、それは実際に菊名駅や横浜駅の利用者数が2022年度と比較して減少していることにも表れていると言えます。それゆえにただでさえ少ない回となってしまう中で、果たしてどのくらいの人が追加料金払って利用してくれるのかという問題に帰結するのではないのでしょうか。これは渋谷に近づくにつれて利用者がピラミッド的に増え、郊外の方に行くにつれて利用者が少なくなる傾向のある田園都市線とは大きく異なった環境であることも関係し、大井町線の場合は田園都市線の混雑を嫌う利用客が一定数おり、そういった層を中心に比較的長距離乗ってくれています。他社の話にはなりますが JR 東日本の普通列車グリーン車や湘南、赤城などといった各種の通勤特急、京王線の京王ライナーや東武東上線の TJ ライナーなど、近年利用者が増加している有料列車については、多くの場合で長距離利用者にうまく利用してもらえていることがあるでしょう。しかし東横線の場合は実は思ったほど中長距離利用者が少なく、主な利用者となる20分以内の短距離利用者には高く移ってしまい、ターゲットとした中長距離利用者には比較対象としてどうしても JR 湘南新宿ラインの存在を意識せざるを得なく、結果どうしても Q シートが中途半端に見えてしまう。東横線の Q シートが失敗に終わっている理由は、この辺りに帰結するのではないかとウプ主は考えます。Q シートが今後成功するためには、
このように現状失敗に終わっていると言える東横線のQシートサービスでは、どのようにしたらより乗客が利用してくれるか考えてみましょう。第一に最速達の特急や通勤特急ではなく急行電車に設定したことは間違ってないと思います。特急や通勤特急では JR 湘南新宿ラインと競合関係にあたり、口述の理由も含めてより利用者が少なくなったのではと感じてしまうのが第一の理由としてあります。そしてもう一つ、副都心線からの直通電車ではなく渋谷市発の急行電車に設定したことも間違いではないと思います。そもそもとして副都心線から東横線へ直通してそのまま乗り通す通勤客はそこまで多くない印象があります。なので東横線でしか利用できない停車駅についても急行電車であればこまめに停車することとなるため、そういった駅からの需要の拾い上げも期待が可能です。また過去新宿3丁目駅から地理的に近い場所にある新宿2丁目の会社にリモート中心で勤務していたウプ主の体験ですが、新宿3丁目からでも列車や乗車位置を選べばの話ですが、仮に一番混む東横線内通勤特急となる列車だったとしても新宿3丁目から着席して帰れたことが記憶にあります。東横線Qシートサービス実施時間での帰宅が多かったことや1年くらい前までの体験に基づくものであるため、現在はそのようにいかない可能性も大いにあると思いますが、少なくともウプ主の体感ではこういった旅客需要であることおよび JR 湘南新宿ラインとの競合の兼ね合いもあることに加え、万が一副都心線直通列車とした場合においても東京メトロ分の追加料金がかかってしまうこともあり、かえって魅力度が下がってしまうのではと考えます。さらにダイヤ乱れ時の車両のやりくりの問題などもあり、闇雲に副都心線直通電車で設定すべきではないとも思います。これらを踏まえてどうすれば利用者が増えるかどうかについて、ウプ主なりの試験を交えながら考えてみましょう。主に2つほどあると考えられると思っており、まずは駅のホームや券売機などで気軽に買えるようにした上で、乗車に対する心理的なハードルを下げること。現状は急行停車駅の駅係員に依頼して購入するか、Qシートサービス特設サイトにアクセスの上で、そこで登録したクレジットカードを用いて購入するかの2択です。しかしこれに追加して駅の券売機を用いて、もっと気軽に購入できるようにしたらどうでしょうか。例えば駅にある券売機を用いて購入することが可能になったり、ホーム上にQシート座席指定券専用の券売機を設けるなどです。定期利用者が比較的多い東横線においてホーム上で購入が可能になればハードルが下がるでしょう。ただそれでももしかすると券売機の設置コストがと思うかもしれないでしょう。では土日にしか稼働していない先行して走っている有料着席列車のエストレイン専用券売機を活用してみてはどうなのかとも思います。しかしこれは西武のスムーズシステムを用いて稼働しており、おそらく互換性の問題で無理なのでしょう。そしてもう一つの要素としては東急新横浜線相鉄線直通列車に設定してみてはどうかということ。もちろん横浜駅およびみなとみらい線内まで利用する人も多く、日吉から先東急新横浜線方面へ直通する列車に設定するとそういった需要は取り込めなくなってしまいます。しかし相鉄線方面へ設定すれば競合が少なくなり、より利用者数を増やすことができるのではないのかという考えです。小杉や日吉までの利用者については東急新横浜線方面へ向かう列車で設定しても需要は拾えますし、綱島で降りる利用者も新綱島を使ってもらうことで代替が可能です。また新横浜相鉄線方面へ直通させるとなった場合は横浜方面へ直通させるよりも競合が少ない需要を取り込むことが可能です。東海道新幹線を使って渋谷方面の会社に勤務している人にとって東横線Qシートで新横浜へ出てから新幹線に乗り継ぐ選択肢を作ることで激しく混雑する山手線などにいちいち乗らない選択肢として東横線Qシートが受け入れられるかもしれませんし、新横浜までで着席保証サービスを終了してしまえば相鉄側の負担を最小限にすることができると言えるでしょう。
また二俣川から先への直通先については通常通り泉の線湘南台方面へ直通させるとした場合、泉の線の利用者数の少なさから意味ないと思うかもしれません。しかしウプ主は利用者の多い大和海老名方面へ向かわすのではなく、今のように引き続き湘南台方面へ向かわすことが得策だと考えます。もし大和海老名方面へ直通させるとなるのであれば、場合によって小田急ロマンスカーと競合する可能性があり、仮に直通させたとしても今のように低迷する可能性も否定できません。一方で泉の線方面であればそういった競合は少なく、また相鉄側としても今後の泉の線沿線の魅力度向上に一役買ってくれるような存在となり得るかもしれないと思います。Qシートサービス対応車両が4編成しかなく、3運用で回すことで効率化しながらサービスをしているため、もし相鉄線直通列車でやる場合は対応編成を増強するか、1時間に1本だけとかにしないと難しいとは思うのですが、個人的には相鉄線直通列車に連結するのも案外ありなのではと思う次第です。ここまで動画を見てくださった視聴者の皆様はどう思いますか？よかったらこういうのも良いんじゃないのかとかコメントで教えていただけると嬉しいです。いかがだったでしょうか？今回の動画をご覧いただいたことによって東横線の Qシートサービスが悲惨な乗車率となっていることに対して、その理由として何が考えられるのかについて、東急としてはあまり意識していないとしつつも、主なターゲットとした長距離客にとってはやはり JR 湘南新宿ラインが競合関係となり、 JR 湘南新宿ラインの普通列車グリーン車と比較した場合、どうしても料金設定などで中途半端に移ってしまうこと、東横線全体として渋谷や中目黒から乗った乗客の多くは菊名までに降りてしまうこともあり、予想以上に中短距離利用者が利用してくれているものの、期待した乗車率には遠く及ばないこと。東急は Qシートサービスを2両で実施の上で、定員90名のところ 70% 程度の乗車率を見込んでいたが、実際には定員に対して 30% 程度の利用者しかおらず、最終的に1両のみでサービスを実施するように変更された経緯もあること。利用率増加に向けた改善策としては、駅のホームや券売機などで気軽に買えるような体制を整えることや、相鉄線直通列車に設定してみてはどうなのかということなどがウプ主の試験としては挙げられることなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは鉄道など交通に関するさまざまな疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。